皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースはウクライナ情勢。かなり珍しい、そして驚くような朗報が入っています。それは、ウクライナがロシア軍の潜水艦を撃沈したというのです。しかも攻撃方法はドローン。水中型のドローンを使うことによって潜水艦を撃沈したというのであれば、これは史上初の出来事だと考えられています。今回はウクライナ軍がどのような攻撃を行ったのか、現在分かっている情報を皆さんにお伝えします。今回ロシア軍の潜水艦が撃沈された現場はロシア本国のノボロシスク港です。現在ロシアの黒海艦隊は海にはほとんど出ておらず、本国の港に引きこもっているところです。海上を航行している場合において、ウクライナ軍の水上ドローンに付け狙われるといったことが何度も繰り返されることによって、どんどんと活動領域を狭めているのです。本来であればクリミア半島のセバストポリを母港としている艦隊ですが、現在セバストポリではウクライナからのドローンだけではなくミサイルも飛んでくることから、もはや活動拠点としては使えない状況に陥っているのです。それでは記事を読んでいきましょう。ウクライナ保安庁ノボロシスクでのロシア軍潜水艦を無人潜水艇で爆破。ウクライナ保安庁は史上初めて無人潜水艇サブシーベイビーがロシアの 636.3 型計画バルシャバンカ級潜水艦を爆破したとし、この爆発の結果、潜水艦は激しい損傷を負い、事実上使用不能となったと伝えた。爆破した潜水艦の艦上には、ロシア軍がウクライナ領への攻撃に使用している巡航ミサイル、カリブルの発射装置が4機搭載されていたと説明されている。また、ウクライナ側は、バルシャバンカ級潜水艦の価値は約600億円から約700億円程度だとし、現在の対ロシア制裁を考慮すると、同種の潜水艦を建造するには、現在最大で800億円以上かかりうると指摘している。この級の潜水艦は、船体が音を吸収し、ソナーに検知されにくい能力からブラックホールという名前でも知られているという。それでは公開されている映像を見てみましょう。こちらの映像は現地の監視カメラ映像だと考えられています。そして港に止まっているところ、事前に衛星で場所を確認した上で潜水艦を狙ったのでしょう。画面左側、潜水艦が大きな爆発に覆われています。この爆発の大きさから見て、潜水艦が致命的なダメージを負ったことは簡単に想像できます。今回攻撃された潜水艦の資料写真がこちら。通常の潜水艦としての魚雷発射装置だけではなく、地上標的を攻撃するためのカリブル巡航ミサイルを搭載もしていたようです。現在のロシアの状況から考えると、失われた潜水艦を補充するために新たな潜水艦を発注するといったような余裕はないでしょう。一方においてウクライナ側の攻撃手段、名前としてはサブシーベイビーという発表がなされていますが、資料の写真や映像などは公開されていないようです。ただし、ウクライナ側がこれまで発表されてきた資料には、海中で使用するドローンについてはすでに発表されています。例えばこちらのほぼ魚雷なんじゃないかという姿、最大で12メートルにもなるかなり大型の水中ドローンです。実際の模型としてはこのぐらいの大きさだそうです。ただ、開発中であったこの水中型ドローン、今回使用された可能性も十分あると見た方が良いでしょう。何しろ、ボートのように水上を走るようなドローンでは、今回のような攻撃は成功し得ません。港周辺にはロシア軍の防御も固められていることから、無人艇が突入してくるとなれば、それに迎撃する活動は必ずあったはずです。今回のような攻撃が成功したのは、潜水型のような一見するとわからないような形での侵入が作戦成功の秘訣だと見られます。今回の攻撃成功は当然非常に一つのニュースとしてもかなりロシアに大打撃を与えるものです。潜水艦というのは建造に非常に長い時間がかかるものであり、費用も人も時間も非常に多くのものを必要とします。そうした一つの兵器を破壊したという戦果だけではなく、黒海全体における影響ももたらします。というのも、今ウクライナは黒海を航行しているロシアの石油輸出の手段、石油タンカーに対する攻撃も行い始めました。ですから、黒海において石油のタンカーを守るというような任務についても今重要性が上がっているのです。しかしここで今回のような攻撃が成功したことにより、より一層厳しい決断をロシア側はしなければなりません。というのも、今回のように水中型のドローンであれば、
潜水艦を探すのと同様の海中の状態についても調べるような船を出さなくてはなりません。通常であれば駆逐艦と呼ばれるような船を出すことになるわけですが、ここで問題なのは、そうした駆逐艦を狙ってウクライナ軍も水上ドローンを出してきますから、費用対効果の面でどうしても攻撃を受ける側のロシアの方が費用の負担は大きくなるのです。かといって分が悪いなと思って船を出さないのであれば、今度は石油タンカーが無防備な状態のままになります。タンカー一隻一隻は石油の運ぶ量へと直結するわけですから、それがお金になることも考えればやられ放題というわけにもいきません。ですから石油タンカーを守るために軍艦を出すのかどうか、そして軍艦を出すのであれば今度は水上ドローンだけではなく水中のドローンについても警戒しなければならないというこの2つの負担がかかることとなります。そして大事なのは、ロシア側には常に人間が必要となりますが、ウクライナ軍の攻撃する手段、水上ドローンであろうと海中ドローンであろうとどちらにしても人間が一切関わらない遠隔操作型だという点です。ウクライナ側だけが人命の危険にさらさずに攻撃できるわけなので、費用の面さえ目処が立てば、黒海におけるロシアの圧倒的な不利な状況といったものは今後も十分続くわけです。それだけに今回攻撃が成功し、水中ドローンの脅威といったものをロシアに認識させたことは非常に大きな意義があると言えるでしょう。続いてカスピ海の石油や天然ガスの採掘プラットフォームに対する攻撃をウクライナが行ったという話を以前行いました。その後も継続してウクライナ軍は遠距離攻撃を繰り返しており、今回3度目の攻撃を行ったとの記事が出ています。カスピ海の石油プラットフォームへの3度目の攻撃後、ウクライナ側はロシアの施設はどこも安全ではないと発言。関係筋によると、今回の3度目の攻撃はコルチャギン油田ガスコンデンセート田にあるルクオイルが運営するプラットフォームを標的としたものだ。この攻撃により重要な設備が損傷し、施設の生産は停止に追い込まれた。今回のコルチャギン石油ガスコンデンセート田はロシアの沖合約 180km のカスピ海のロシア領海に位置している。この攻撃は長距離ドローンによって実行されたと情報筋は付け加えた。ウクライナはロシアの石油収入を削減し、その結果としてウクライナとの戦争への資金供給能力を削減することを目的とした作戦を継続していると述べた。1回目の攻撃が成功した後、連続的に攻撃している理由というのは、たまたまここを攻撃したというわけではなく、守りを固めないんであればもうどんどんと攻撃するぞということを改めて知らしめたものです。炎上している動画といったものが出ていないじゃないかと指摘する人もいるわけですが、それは仕方ないでしょう。なぜならば、これまで石油関連施設や天然ガス関連施設への攻撃を行った際には、常にその周りに住民がいる状態ですから、火柱が上がっているぞであるとか、爆発の様子が伝わってくるといったような映像を住民が撮影し、インターネット上に投稿していました。一方で洋上プラットフォームの場合だと周りに住民が全くいませんから、どんなに攻撃がうまくいったとしても、それを裏付けるような映像証拠といったものはなかなか出づらいといった事情があります。ただし、ロイター通信などもこうした攻撃を受けて、石油の掘削作業が一時停止に陥ったといったような記事も出ていますから、被害の程度についてわかる映像はないものの、少なくとも操業を停止させることには成功しているようです。そして、立て続けに3回攻撃したわけですから、このまま無防備のままというわけにも当然いかないでしょう。ロシア側は守らなければならない場所が増えるだけでも人や兵器を配置しなければならないわけですから、今まで攻撃してこなかった場所をウクライナ軍が新たに攻撃する、それだけでもロシア側に継続的な財政負担をかけることができます。今回ノボロシスク港の潜水艦に対する攻撃を水中ドローンで行ったこと、そしてカスピ海に対するドローン攻撃を立て続けに行っていること、こういったことは全体の状況としてロシアに対するより負担を高める行為だと言えるでしょう。一方、戦争の長期化に伴ってウクライナの国民が今どのような考えをしているか、世論調査を見ておきましょう。ウクライナ国民 63% が必要なだけ耐える。戦争長期化を覚悟。ウクライナ国民はあとどれだけ戦争に耐えられるのか。キーウ国際社会学研究所が行った世論調査では 63% が必要なだけと回答した。ロシアに極めて有利な和平案については 75% が全くもって受け入れられないとしている。戦争の継続に関する質問はロシアによる全面侵攻が始まった2022年から実施
されており、今回で11回目。必要なだけ耐えるという回答は一貫して5割を超えている。今回調査では、あと1年が 1%、あと数ヶ月から半年が 15% だった。終戦時期に関しては、2027年中かそれ以降が 32% と最も多く、今年中か来年初頭が 9%、2026年前半が 14%、2026年後半が 11% だった。ウクライナ国民の多くが長く続く戦争を覚悟していることが伺える。ロシアの要求が多く盛り込まれたトランプ政権主導の和平案に対する拒否感は強く、一方でヨーロッパとウクライナによる案については容易に同意できる、おおむね受け入れられるが計 72% に達した。信頼度は EU が 49%、昨年同時期よりプラス 3%、NATO が 34% で、前回は 43%、アメリカは 41% から21% へと半減した。ゼレンスキー大統領の信頼度は 61% で、信頼しないの 32% を大きく上回った。世論調査を行ったキーウ国際社会学研究所は、ウクライナ国民はロシアの再侵攻を阻止する具体的な安全の保障を求めている。それが明確かつ法的拘束力のあるものでなければ、ウクライナ国民は信頼せず、和平案の承認にも影響するだろうと総括している。現在ドイツではヨーロッパの首脳プラスアルファアメリカ側の代表も加わって和平案についての協議が行われています。アメリカは相変わらずウクライナに対してドンバス地方から撤退し、ドンバス地方をロシア側に委ねるようにと要求を繰り返しています。現在では少し変形したバージョンの経済的な自由特区のような形にしてロシア側による実質支配を認めるというちょっとおかしな話をしています。軍隊は認めないんだけれども、ロシア軍の準軍事部隊であればその治安要員として認めるという内容になっていて、非常にロシア側にとって相変わらず都合の良い条件となっています。一方でヨーロッパ側の考えている和平案というのは、朝鮮戦争方式の今ある程度定まった戦線において戦争そのものを一旦止めようという考えをもとにしています。また戦争によってロシア軍が占領している地域についても決してロシア側に対して献上譲渡といったものを考えるものではなく、一旦凍結、その話はしないようにというような形でとにかく戦争を終わらせることを第一にしているものです。だからこそ今回のウクライナで行われた世論調査においてもアメリカに対する信頼度はガクンと半分というような状態になっているにもかかわらず EU 側の信頼度に対してはほとんど変わらないといったことがこの結果にもつながっています。とにかくアメリカの提示している和平案というのはロシアから言われたんだろうとツッコミを入れられるような内容が続いており、それによってウクライナ国民のアメリカに対する信頼度数がどんどんと下がり続けているのです。そしてウクライナ国民のこうした声もあるからこそゼレンスキー大統領はアメリカに対していやいやその案はあまりにもロシア側寄りの話しすぎてついていけないしすぐに飲めるようなわけではないと拒絶しています。ただし交渉の内容として報じられているところにおいてはトランプ大統領に対しては和平調停をしたいというその心意気に関してはウクライナとしては感謝していると最初に一応イエスと答えつつも、その実中身については受け入れられませんよというような形で極端な拒絶というわけではなくのらりくらりと話をそらすような形での回避を行っているようです。これまでははっきりとダメなものはダメというような形で返答するとトランプ大統領が激高してしまい、収拾がつかなくなるといったところから一旦は受け入れたかのように見せて、しかし実質的には受け入れられませんよというようなちょっと交渉術へと変化が起こっているようです。トランプ大統領それでもウクライナに対しては厳しい要求を続けているわけなので、これをいかにしていなしながらトランプ大統領を少しでも懐柔させることができるかどうかが今後の焦点となります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は動画への評価ボタンのクリックとスーパーチャットのご利用ぜひともご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。